機動戦士ガンダム復讐のレクイエムよりレッドウルフ隊隊長のイリア・ソラリが狩る専用機ザク2、エース機として様々なカスタマイズを施されたこの機体を今回はウェザー。どうもダーティーです。今回は復讐のレクイエムよりザク 2F 型ソラリ機を筆塗り全塗装し、さらにウェザリングを施して製作していきます。ザクなんですけど、全く新しいザクの魅力があるこの機体。キットに付属のシールがすでにウェザリングされたりしていて、バンダイさん分かってますよ。しっかり汚させていただきます。ということで一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組み。まずはゲートを少し残してカット。その後片刃ニッパーで2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。今回もゲート跡のヤスリ掛けやモールドの彫り直しはせず製作していきます。で、バックパックのこのパーツだけははめてしまうと取れなくなるのでつけずに置いておきます。で、あっという間に素組み完了です。かなりディテールが作り込まれていて、モールドはもちろんなんですが、ちょっとした突起の部分とかもすごいんですよね。あとこのザクマシンガンをマウントできるのもかなり嬉しいポイントですね。フェーズ2塗装。まずは下地から。ガイアノートさんのサーフェーサーエボオキサイドレッドで全パーツしっかりサフを吹きます。この塗料は錆び止め用の塗料の色で、今回筆塗りするので下地にいいかなと思って初めて使ってみました。ではニュートラルグレーとブラックでダークグレーを調色して内部フレームから塗っていきます。こんな色味です。今回筆塗りで全塗装するんですが、1層目を暗めに、2層目を少し明るめにと塗っていきます。筆は基本平筆で、細かいところは面相筆と使い分けています。で、ポイントとしては3点ありまして、1つ目が塗料の希釈を薄めでしっかり発色させるより透けてるぐらいにしています。こんな感じですね。2点目は塗りつぶさずに割と雑に筆ムラを気にせず塗っていくことです。で、3つ目ができるだけ重力方向に塗っていくという3点がポイントとなります。フレームなどは重力方向に塗るのは難しいですが、大きいパーツや外装のパーツは特に重力、下方向を意識して塗っています。関節部分は塗料が乾いてから稼働させて未塗装の部分を塗っていきます。今回は武器類もフレームと同じ色で塗装しています。では2層目を塗っていきます。先ほどのダークグレーにブルーとブラックを追加して塗っていきます。使う塗料や希釈率で隠蔽力が変わると思うので、1層目でも2層目でも必要であれば2度塗りしても大丈夫です。ラッカー塗料で筆塗りしていると下に塗った色が溶けて混ざることがあるのですが、これを塗料がなくとプロモデラーの方々は表現するらしく、溶けて混ざって複雑な色味になり、筆塗りならではのご褒美だそうです。確かにエアブラシでの塗装ではそうはならないですからね。塗り終わりがこちらです。主に関節部分ですね。これら内部フレームを塗装しました。次は肩アーマーの塗り分けです。先ほどのフレームの2層目と同じ色で塗っていきます。調色した塗料はラップをして置いておくとはみ出した箇所などのリタッチに使えるので取っておいた方がいいですね。で、塗るのはこの先端部分だけですね。こんな感じで OK です。次はイエローを塗装していきます。黄色は隠蔽力が弱いので2度塗りしています。仕上がりはこんな感じです。ではショルダーアーマーとシールドを塗装していきます。レッドとブラックでダークレッドを調色して塗っていきます。で、あとは色が違うだけで同じ作業が続きます。いつも制作内容の説明ばかりなので作業風景を流しつつ少しここでお話しさせていただきます。まずはいつも動画を見ていただいている方々や今回初めて見ていただいている方々、本当にありがとうございます。
まだチャンネルを作って8ヶ月ぐらいかななんですが、たくさん見てもらえて嬉しいです。で、何よりも嬉しかったのが、ウェザリングが好きな人たちがこんなにいてるんだなっていうことが一番嬉しかったです。見ていただいてるということは好きであったり興味があるっていう認識でいいですよね。で、少し僕自身のお話をさせていただくんですが、プラモ歴はめちゃくちゃ浅いです。小学生から中学生ぐらいの時に作っていて、それでも1ヶ月に1つぐらいで、あるあるだと思うんですが、当時は爪切りで作ってました。ヤスリもついてて便利なんですよね。で、時が経ち2年ほど前に何か趣味を持ちたいなと思って、そうだ、子供の頃欲しくても買えなかったプラモデルを大人になった今本気で作ってやろうっていうことでプラモ制作を開始しました。で、初めてプラモ用のニッパーを買ってヤスリを買ってと、そこからスタートして YouTube などでいろいろ検索してウェザリングに出会って、なんだこれめちゃくちゃかっこいいやんっていうことで汚しにはまっているという感じで、実際ウェザリングを始めて1年ぐらいなんですよね。と、ここで足の狼の爪をモチーフにしたペイントがあるんですが、そちらも筆塗りで再現しています。こういうのはあんまり神経質にならずに描くと戦場でペイントしたような荒々しさが出ていいと思います。次に使い古した筆を使って2層目のライトグレーでマーキングが擦れたような表現をつけていきます。次は外装の黒いパーツを塗装していきます。で、話に戻って、なんで動画を上げるのに至ったかって話なんですけど、 YouTube の動画で割とウェザリングの作例って少ないんですよね。あるのはあるんですが、綺麗な作例よりも圧倒的に少なくて、僕自身このキットのウェザリング作品が見たいなって思ってもなかったりすることがあったんですね。で、一番困ったのが工作手順がわからないっていうので、ウォッシングが先、チッピングが先、どうしたらいいのっていうふうに悩んだんですよね。で、そういう人たちも多いのではということで、まだまだプラモ制作の技術も動画の編集も未熟ですが、何か一つでもためになれば幸いですという思いをもとに YouTube を始めました。毎回工程や手順がバラバラなんですが、その時々の理由であったり考え方を伝えつつも、プラモデル制作は自由なんだという楽しむ気持ち第一で気軽にウェザリングに挑戦してもらえるように、またウェザリング人口が広まれば嬉しい限りです。とか言ってもメタリック塗装とかも好きなんで、その時の気分でいろいろ挑戦できたらなと思います。こんな未熟者ですが応援していただければ幸いです。で、今回塗装パートが長いので各色ごとにチャプター分けしていますので活用していただければと思います。と言ってる間に最後の塗装に入ってます。で、筆塗りすると塗りムラが気になる人が多いと思うんですが、塗りムラというよりかは実際光沢のムラなので、トップコートで艶を調整すると目立ちにくくなります。でも今回の塗りムラはウェザリングの一環だとしてもらえればいいと思います。で、こちら塗った全色が入ったパーツですね。かなり筆の跡や塗りムラがありますが、せっかくの筆塗り全塗装なのでこれぐらいでいいと思います。次に物合いの塗装をします。エナメル塗料のクロームシルバーと蛍光ピンクを使います。まずはシルバーから希釈なしでそのまま塗っていきます。はみ出しても大丈夫です。その後しっかり乾燥してから蛍光ピンクを塗っていきます。これもはみ出しても OK です。そして塗料が乾いたらエナメル溶剤とフィニッシュマスターで拭き上げていきます。こんな感じで綺麗に塗り分けができて、ブラックライトでビコーンとなります。最後にヒートフォークも蛍光塗料で塗装します。まずはレッドから、これも希釈なしで全体に塗っていきます。塗料が乾けば次はオレンジを刃先から7割から8割ぐらい塗っていきます。
これも一定方向には塗るんですが、割と雑な方がブラックライトを当てた時に塗りムラでグラデーションがかっていい感じになります。これでようやく塗装が全て終了しました。フェーズ3デカール貼りでは、今回は少しだけデカールを貼っていきます。キットに付属のシールからはレッドウルフ体のマークだけ使用します。こういうシールも一度水にくぐらせてから貼ると位置の調整がしやすいです。水で濡れてる間は剥がしやすいので何度でもやり直しができます。で、位置調整が終われば綿棒で水分を拭き取っていきます。ちなみに濡らしても最終的な粘着力は変わらないです。その後、光沢クリアを拭いて段差消しをしようと思ったのですが、今回僕は失敗してしまい、シールのプリント部分まで削ってしまいました。もう少し厚めにクリアを拭いた方が良かったのかな。今後勉強して再度挑戦しようと思います。それ以外は水転写式のデカールを貼っていきます。今回は胸のジオンマーク、肩アーマー、頭部パーツ、バックパック、足のパーツに貼りました。そしてデカールの保護のために半光沢のクリアを拭いておきます。フェーズ4チッピング。水性塗料の焼き鉄色でスポンジチッピングしていきます。よく攪拌してから瓶の蓋の塗料をつけてペーパーで調節して各パーツのエッジ部分を中心にチッピング表現をつけていきます。エッジ部分以外にも擦れそうなところはガンガン汚していきます。肩アーマーはタックル時に使用するので特にしっかりめにしています。あとは全パーツにチッピングしていきます。シールドのシールの失敗も汚して隠していきます。今回特に動力パイプをがっつりチッピングしています。すべてのパーツにチッピングをしました。今回は全体的にはセオリー通りに足が一番強めに汚して上に行くにつれて汚しを弱めにしています。フェーズ5ウォッシング。今回はウェザリングカラーのグラウンドブラウンとストレーキング用の筆を使ってウォッシングしていきます。よく攪拌した塗料を容器に移して面相筆でウェザリングカラーをパーツにつけていきます。その後筆を持ち替えて塗料を重力方向に伸ばしていきます。それをパーツの形状を見ながら足していきます。次にウェザリングカラーの薄め液を容器に移して毛先が斜めのストレーキング筆を縦向きに使って吹き上げていきます。吹き上げる時も重力方向を意識して行っていきます。で、たまに筆先に塗料が溜まっていくのでペーパーで拭き取って作業しましょう。吹き上げ後はこんな感じに。それを各パーツに施していきます。今回ウォッシングとはしていますが通常とは少し違うやり方をしています。本来ウォッシングは全体的に塗料で汚してから拭き上げるのですがストレーキングをしつつウォッシングしています。その理由としては通常なら汚した箇所、汚しを拭き取った箇所の2種類の箇所ができますが今回のやり方でやるとさらにそもそも汚してない箇所の3種類目ができるからです。と言ってますが初の試みでした。で、作業が終われば艶消しのクリアを拭いておきます。フェーズ6ドライブラシ。エナメル塗料のクロームシルバーを使います。希釈なしで塗料をつけてペーパーでほとんど色が出なくなるまで拭き取ります。その後よく擦れそうな箇所にシルバーをのせていきます。エッジ部分と広い面にもさっと擦れた跡をつけていきます。全体的には今回控えめにしています。ポイントを絞ってシルバーが入る箇所にだけに留めておきましょう。ただ動力パイプだけは強めに行っておきます。フェーズ7ピンウォッシュ。最後にエナメル塗料の赤サビとススを使ってサビ加工をしていきます。赤サビとススで調色して明るいサビと暗いサビの2色を作ります。
ではまず明るいサビを使って動力パイプの溝に塗っていきます。希釈は比較的にシャバシャバではみ出してもいいので雑めに塗ります。次に暗いサビを塗っていきます。同じように雑で大丈夫です。その後にエナメル溶剤でぼかしていきます。そうすることで複雑な色味になり、新しくできたサビの部分や古めのサビの感じが出ますし、チッピング、ドライブラシとともに強めにしているのでしっかり金属感も出ています。次はこういった分割パネルの部分にも少しサビ加工をしていきます。明るめのサビをつけて溶剤で周りをぼかします。乾くとこのように自然な仕上がりになり、溶剤でぼかす時にモールドにも墨入れの状態になるので、そこもいい感じにリアリティが出ます。あとはこういった凸モールドにも塗料をつけて溶剤でぼかしながら下に筆を動かしてサビだれも表現できます。こちらシールドのジョイントパーツなんですが、こういった金属の噛み合うところもサビが入ると思います。ファイナルフェーズ組み立てではいよいよ完成です。サクッと組み上げて道具をつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。今回はメインカラーとなるブラウンを成型色より割と濃く暗めにしています。パッケージイラストのような夜の戦闘をしている感じを出したかったので、明度と彩度は低めです。あと、今回ヒートフォークに蛍光塗料で塗装しているので、マウントするならもう一本用意した方が良さそうですね。ただ、機体が暗めな分、光らした時の効果は絶大です。では、アップです。今回は筆塗りでの全塗装で、塗りムラや筆の跡をあえて出すことによって、それ自体がすでにレザリングになっていて、エアブラシの塗装では味わえない塗料の混じりや色味の変化を楽しめます。そこにさらに塗装剥がれや金属表現、すす汚れにサビ加工とレザリングで様々な表現を加えることによって、よりリアリティにスケール感のある仕上がりになりました。一部失敗した箇所もありますが、全体的には納得いく作品になりました。本当、復讐のレクイエム自体の映像がすごすぎて、それに近づけたくて今回がっつりと汚しました。少しは近づけることができたかなと思います。で、今回細かな要素が多いので、アップでの映像を各所長くしています。複雑味が少しでも伝われば嬉しいです。いかがだったでしょうか。今回は復讐のレクイエムよりザク 2F 型ソラリキを筆塗り全塗装のウェザリング仕上げで制作しました。全く新しいザクの形なんですが、ザクであるポイントを踏襲していて、ザク好きにもたまらないし、この機体で好きになる人も増えるのではってぐらい僕はかっこいい機体だと思いました。で、もしこの動画が良かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。